ドリンク使った方が外膜もあるから、はい、こっちか。外膜の切除なんかやりやすい。まああんまりないんだけど、雰囲気わかるっていう。針先でこうかけて引っ張るとか、でこうでなるべく狭めにテンションをガンってかけて、ロック外すの忘れてました。でこの時こう上向きにして刺した方が刺しやすい、ナイフ見て刺すと。みんなこうナイフに針先をスーッと入れていくんだけど、なるべく針先が見える状態でずっと動かすと。でこうやると見えないから、こうキュッて締めるくらい。この輪っかは完全に潰れるぐらい。中に入れて、ここもこうしてちょっと上に向けるね。このままだとちょっとこうぐにゃっとなっちゃうから、ちょっと狭めにしといて刺すと。そしたらしっかりカウンターがかかる。でこの展開をこうなるべくこうペタンとくっつけてペコッとめくれば、でここが180度かなって分かるから、ナイフを展開して刺す。刺すとこ決めたらカウンターかける。丁寧にやっても時間が長くかかるわけじゃないから、逆に言ったら早いのが雑なわけでもないから、丁寧にひたすら丁寧にやると。ギュッと。めちゃめちゃ内膜が剥離してたりしてボロボロの血管の場合だと、ちょっと締め具合弱めにするとか、ある程度調節するけど。こう必ずやっとこ刺さんように安全に。こういう時も見ながら接紙入れないと、内膜剥離がある人だと内膜の中に入れちゃうことあるから、まあないとは思うけど一応あり得るから、こうしっかり見て入れる。でここの展開はちょっと狭くすると難しいから広めにするんだけど、カウンターかけるためにこの接紙の、真横ぐらいに当てた。そしたらカウンターかかる。でこっちもみんなこういう刺し方するんだけど、見えるから刺したいとこが、この辺だな、じゃあこの辺だな、じゃあここ。針先が見えない瞬間っていうのはこの時だけね。ドロック外すの忘れた。見ながらやらないと後で不安になるから、不安な吻合ってのは良くない。これも見えるでしょ、入れるでしょ。
で狭め、この時はもうほんと狭めでいいから、こうカウンタックで。これ絶対何も刺してないでしょ、あのとこ。で、この時も、刺した位置この辺で、このちょっと隣ぐらいを持って展開して刺す。相手が見ていて安心できる吻合かで評価されるからね。こういう面、縦の面だから縦に接種を入れて、ちょっとこう起こしてきて、こことここの間かこの辺だな。よいしょ。何も刺してないね、他のとこ。針の先の安全を確保して、抜いて、で、この辺を持って展開して、こことここの真ん中ら辺でバイト取って、ここだな。よいしょ。この時はこう刺すね。こういう面だから。その操作の理由は自分の手の位置とか動きじゃなくて、血管に左右されるから、血管に合わせた動きをできるようにしないといけない。ちょっと重なっちゃったけど。締め具合もこう、なんちゅうか、2回目で締まらないようにコントロールしながら、1回目に締めたやつの締め具合のまましっかり締めると。あとゆっくり動くよね。糸回す時とかもこうゆっくり動く。常に、針を刺すインパクトの瞬間だけはグッといくけど、それ以外は速い動きは絶対しない、ね。危ないから。流れるようにこう。輪っかがちゃんと締まってないとほどけるからね。そこをちゃんとやると。ひっくり返すときは、この、なんていうかな、こうならないように、ちゃんと向こうを倒してこっちを上げるイメージなんで、ね。ひっくり返して、こう下の方に押し込んで、こっちを上げると。そうすると見えやすい。ちゃんと全部の糸を見て大丈夫だなと。でも僕の手はもうこの辺まで近くまで、とこのぐらいしか離れてない。で今指もこの辺で地面にくっついてるから実際そのなんていうかな、支点から作用点までの距離はここからここぐらいなのね。すごい短く持ってる。こっちももうこの辺で設置させてるの、ここで。もうそんなグッとつけてるわけじゃないけど、軽くペタッとつける。そしたら全然ブレないでしょ。でこういう動きでどうとでも動けるね。もちろんその冠動脈とかできないときはあるんだけど、できるときにやらない理由はないよね。常に安打狙いでバットを短く。ホームラン狙う必要ないからね。
か震えるなと思ってちょっと肩の力を抜いてふわっと置いて短く持つと、安全に刺すと。一回抜かなくても別にいいんだけど、なんていうか一回こう安全をこの状態で針先がもう何も絶対刺さないなってなってから左手を動かし出して、で右手は動かさない。今度左手だけ動かして展開して、でそしたら右手を動かすと、交互に動かすイメージでやってるんだけど、で次左手を動かすと。刺す瞬間は両手で刺す。カウンターと刺すのと。片手で刺そうとしないよね。ここをやるときはもうこうキュッと締めて縦に持つの。こういう向きで持つね。こうやってしっかりこうグイッと起こして、ここで返してちょっとめくって、ここやっぱこう糸もあるし、なんかいろいろ邪魔なものがあるから、いろいろ針先に気をつけて、何か引っ掛けないように壁だけに当てる。でこれで絡みつかないようにするポイントとしては、こう引いていくとここにペタッてくっつくかもしれないから、このクリップと血管、ここは絶対スペースがあるじゃん。するとここはつかみやすいの。いけば無機物だったらそんなにくっつかないから大丈夫なんだけど、あれどっちましたっけ？こっち行くか。おかしい。こう一回掴むと、なんていうか先端が曲がるじゃん、ここが。そうすると掴みやすい。離れるから。あと見分けがつきやすい。いっぱい糸があってもね。こう引っ張って、クリップに乗ってるぐらいがやりやすいから、このクリップと血管の間の浮いてる部分をずっと持ちやすいと。でもどっち回しにしたかによってこうどっち向きに締めるか。こうグッと折れてるからパッと離しても、この辺ベタッと折れてもちょっと浮いてくることが多いから、こう浮いてるところを持つ。このほとんど離さないテクニックっていうのもあるんだけど、僕はあんまり気にしてない。ヘパ精を注入するんだけど、ヘパ精を注入するのは血管がしっかり膨らむかどうか。これでもし、こっちの糸がこっち噛んでないのは見えるんだけど、この糸がこう噛んでないかどうか見えないから、注入してバカーッと膨らむかどうか見るね。あとこの気泡を抜くと。空気塞栓っていうのはあり得るから、気泡を抜く。でちょっと引きすぎるとこうベタッとくっついちゃうからやりにくくなるんだけど、大丈夫だった。こういう糸は結び目に入ると嫌だけど、こういう糸が入っても出して問題ないから後で抜くと。でこうなんちゃか結び目作るときに必ずこう結んじゃダメよ。こう結ぶとなんか引っ掛けるでしょ。分かった。こうしてこれちゃんとこの
結び目の上で結び目を作るね。いらないものをこう結び込まない。ね、普通の結紮でも同じだけど、特にこうで、2、3針目だと別にそれでずれることはないんだけど、1針目だと締める向きで結び目がここにできるかここにできることもあるね。斜めに結んじゃうとギュッてこっちに寄っちゃうから、そうなると感覚が全然変わってくるね。そういうこともあるので、ちゃんとこうなんていうかな、半円状になってる面を意識して、もう一組捨ててるわ。こうかまぼこ状になってるんだなっていうのを意識して、こう結ぶ、こう結ぶ、こう結ぶ、ね、すごい細かいことだけど、すごい細かいことを全部盛り込んで 100% の吻合をすると、常にそれができるようになったらいろいろ抜いていけばいいんだけど、まあそれまずは一番いい吻合をすると、こんな感じ。まあ結果だけなんか動画でもなんかいっぱい言ったけど、ね、こんな誰でもできるよねこれ。これだけ見たら誰がやったか分かんないし、別に問題ない。だからなんかこう誰でもできるしみたいな人いっぱいいるけど、